それでは修理の続きをご覧いただきます。メーカーを直しましたが、ボタンの接触が悪くて動きません。接触の悪いボタンを分解してメンテナンスします。酸化物を削り取って専用オイルで仕上げます。接触が回復しましたが、再生の時に異音がします。アイドラーを調べます。プーリーに問題はないようです。ゴムがかなり汚れています。
劣化しているようですので交換します。同じサイズのゴムが手に入らないのでシリコンのオーリングで代替します。最後にアイドラーモーターのトルクを調整します。モーターに流れる電流を測って正常な個体と同じになるようにします。メーカーの修理が終わりましたので外装の手入れをします。端子の錆を薬で溶かして専用オイルで仕上げます。ボリュームにガリはありません。他の電気接点も問題ないようですのでこのままにします。メンテナンスしたはずの端子の接触が悪いですね。端子のハンダ付けをチェックします。通常は基板を取り出すことになりますが、裏蓋が半分外れるようになっていて基板の裏にアクセスできます。ハンダに割れがありますので修復します。最後に調整します。非常にたくさんの調整項目があります。一つ一つ丹念に合わせていきます。
基準にするテープを選んでバイアスの調整をします。こちらは全部の調整結果を重ねたグラフです。これで初期の性能を復元できました。今回のデッキは業務用でした。業務用と民生用の違いは整備性です。モジュール単位で交換できる構造になっていて細かい調整ができます。2ヘッドシングルキャプスタンでも手抜きがありません。おかげで初期の性能を復元できました。中古のデッキは調整がかなりずれています。このデッキの調整前はひどい状態でした。原因はおそらくヘッドの摩耗です。カセットデッキは使ううちにヘッドが摩耗して調整がずれていくものと考えられます。音質を安定させるためには定期的な調整が必要です。中古市場には多くのカセットデッキがあります。動かないものはベルト交換で復活しますが、調整なしでは音は期待できないでしょう。次回はこのデッキを使ってカセットテープの性能を検証していきます。カセットテープの音質はどのくらいだったか、ノーマル、ハイポジ、メタルは何が違ったのか、耳と経験だけで語られてきたテープの音の違いを数字で明らかにしていきます。お楽しみに。